こんばんは、わこです。今日は2026年の手帳のこのページ Turning the page to a new year と書いてあるこのページにビジョンボードを作っていきたいと思います。ビジョンボードを作るのは2年目ですね。それまではずっとこの2024年の手帳みたいにびっしりと叶えたいことだったり目標、習慣化したいことをびっしり書いていました。健康とか勉強とか仕事とかいくつかのカテゴリーに分けてこんな感じでびっしり書いていたんですね。びっしり書くのは好きなんですけど、なかなか一個ずつを見返すっていうことをしなかったので、去年からはこんな感じでビジョンボードに切り替えました。去年のビジョンボードはこんな感じで1枚のシートにすべて写真を貼り付けた状態にして印刷したという感じです。で、今回は実際に紙を切り貼りしてこんな感じでこれはピンタレストから持ってきた画像たちなんですが、これを切り貼りして貼っていきたいと切り貼りして作っていきたいと思います。じゃあ作りながらここからはビジョンボードのメリットを挙げていきたいと思います。5つに絞ろうと思ったんですけど6つ言いますね。まず1つ目、これが最大のメリットかなと思います。まず1つ目は目標や願いが可視化される。頭の中にぼんやりあった理想が写真や言葉として具体的になりますよね。なんとなくからこれを叶えたいに変わることで行動の軸が生まれてきます。そして2番目、迷った時の方向確認になる。悩んだり疲れた時、このビジョンボードを見るだけで私はどこに向かってたんだっけってなった時に軌道修正ができる。ビジョンボードって自分だけのコンパスのようなものかなって思っています。3つ目は毎年作ることで変化がわかる。まだ2年目なんですけれども、去年と今年で違う夢だったりテーマが見えることで価値観だったり人生のフェーズの変化に気づくことができると思うんです。これちょっとした違いも成長した自分を実感できるようで楽しみの一つにもなると思います。そして4つ目はモチベーションの維持、再転化。気持ちが落ちた時でもビジュアルで刺激されるとやっぱりやりたい、もう一度頑張ろうってエネルギーが戻ってくると思います。5つ目は思考整理とセルフケアの時間になる。ビジョンボードを作るっていうこの行動そのものが自分と対話する時間になっていると思うんですね。本当に望んでいるものは何かなって問いかけて心と向き合うセルフケアの時間になると思います。そして最後6個目は潜在意識への働きかけ。毎日目にすることで夢や目標が意識の奥に定着してきます。無意識の選択、行動一つ一つが理想の目標へ向かいやすくなってくると思います。こんな感じで私がビジョンボードに切り替えた理由を挙げてみました。もし気になっている方はビジョンボードぜひ作ってみてください。そして今すでに作ってるよっていう方がいらっしゃれば、ご自身が一番感じているこのビジョンボードの効果を教えていただければ嬉しいです。ということで今日の動画はここまでです。また来週お会いしましょう。